G'day! 教えの国際交流員ジョージです。にはお、中国の国際交流員のセンです。モンゴルの国際交流員のソイルマです。はい、私たちは今いるところですね。都城市役所の1階の市民サロンです。そして今回この盆地でトラブルご注文はいかがですかというイベントをやっております。このご注文ということはですね、私たち3人国際交流の出身国5、教えの漢字表記の5州、そして中国とモンゴルのことですね。そうですね。で、私たち3人の国の話を今募集して、また市民の皆様に随時公表し、またさらに投票していただくイベントとなっております。で、今このイベントの期間は1月14日から2月の9日までです。ではどんな話を書けばいいでしょうか。そうですね。実は実際この3人の国に行かれた方はその時の感想や旅行の思い出を語ってくれたり、あるいは行ってなくてもこれから行きたいなと思っている方々はなぜそんなところに行きたいの、何をしたいの、あるいは美味しいもの食べてみたいと言っても構いませんが、それぞれご自由にエピソードを投稿してくださるんですね。はい、では皆さんこちらの市民サロンでのイベント会場の様子をご覧ください。こちらのコーナーではエピソード募集と投票の同時に各国の楽しいイメージを描いた参加型パネルを用意しました。例えばオーストラリアに行ったら体験したい遊び、中国に行ったら食べてみたい料理、またモンゴルに行ったら最初に何に乗ってみたいですかというところの中から自分の一番気に入りの場所にシールを貼ります。シールを貼ったらこちらのプチギフトを差し上げます。ちょうど展示が始まって2週間経ちました。こちらの様子、もういっぱいシールと投票をしてくださいましたね。皆さん本当にありがとうございます。では私たちそれぞれ気に入りのエピソードを1枚選んで紹介しましょう。今から30数年前、20代後半の時、2年続けて中国旅行、ノープランのバックパッカー。1度目は香港から北京へ、2度目は上海からウルムチへ。中国の人をはじめいろいろな国の人と毎日宴会みたいなもの、楽しかった。敦煌のロバ肉料理が印象に残っていますが、牛肉麺やシャオピンや数え上げたらキリがありません。今何が食べたいか、チャオショウ、辛いワンタン。60代のクマさんから。中国のエピソードを書いてくださったこちらの方は30数年前2年続けて中国旅行の経験を書いてくださいました。ノープランのバックパッカーの旅、すごいですね。またたくさん当時食べた美味しい料理の名前も書いてくださいました。今度は地元の人の行く食堂を行きたいそうです。最後に今食べたい料理がチャオショウで、こちらのチャオショウが四川と重慶の名物、日本でも人気が高い中華料理の辛いワンタンのことですね。餃子より柔らかくプルプルした皮とふわっとしたあんを楽しめます。私も今チャオショウが食べたくなりました。美味しそうですね。世界四大砂漠の一つであるゴビ砂漠でゲールに泊まって満天の星を眺め、二コブラクダに揺られて古の正体の気分に浸ってみたい。はい、こちらのお客さんのエピソードなんですが、モンゴルの砂漠をすごく目に見えるように表現してくださって、すごく私にとって一番気に入りです。その雄大さとそちらにいる空気感まで伝わるかなと思っておりました。はい、では
モンゴルのゴビ砂漠は地理的な特徴によって33の区分に分かれています。それぞれの特徴が劇的に違うのもモンゴルのゴビ砂漠の魅力です。私が小学生の頃、メルボルンでオリンピックが開催され、私たちはメルボルンオリンピックの歌、日本で低学年向けに合わせてダンスを踊った思い出があります。外国の名前も都市の名前も知らなかった頃ですが、メルボルンの名前だけは今でも私の頭の中に残っています。もう一つはパースです。私が勤めていた会社の上司がパースで活躍された方でした。その方は2、3年前に他界されましたが、その方の笑顔が今でも浮かんできます。あーちゃん、70代。では今日はまた〇〇図書館のファッションラブに来ておりました。いつもファッションラブの皆さんの協力いただいてますね。本当ですよ、本当にありがたいです。ね、ありがとうございます。はい、実は私たちの今回ボンチでトラベルのスペシャルギフトのバッグ作りに今日は来ました。はい、実はこのファッションラボでシルクスクリーンプリント方法というのを使って自分たちの考えたデザインを実際に素敵なものに作ることができるんですよ。だから今日は私たちが心を込めて自分たちの国の事柄を表すデザインを作ったので、ぜひこれから頑張って取り組んでいきたいと思います。はい。では、早速白衣に着替えましょう。はい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 。頑張りましょう。実はプチギフトのコースタもスペシャルギフトを入れる用のエコバッグも全部都城市立図書館の〇〇のご協力のもとでそちらのファッションラボで制作しました。エピソードの投票が多かった方々にはさらに私たちが厳選したオーストラリア、中国、モンゴルそれぞれの国のスペシャルギフトも用意しております。はい、では皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。これでボンチでトラブルやっと終わりました。そして大成功しましたね。今回皆さんからもう素敵なエピソードいっぱいいただきました。そしてすごい思い出ばっかりでしたね。そうですね、本当にたくさんの投票とエピソードの投稿ありがとうございます。本当になかなか今旅行に行けない時期ではもう私たちがこのイベントを考えて少しでも皆さんに楽しんでもらえたらいいなって思います。そうですね。また私たちの心を込めて作ったプチプレゼントやまたそれぞれの国の母国の特産品にもお客さんと参加してくださった人々がとても喜んでくれてすごく嬉しかったですね。そうですね、また本当に参加してくださった皆さんのエピソードや投稿が私たちにとっても素敵なお土産とプレゼントになりましたね。はい、そうですね。はい、では皆さん See you next time。再见。また次回お会いしましょう。バイバイ。
チェック